皆さんこんにちは、わたたびです。今回は徳島県の絶景を巡ります。有名な祖谷以外にも魅力的なスポットがないか探ってみます。徳島県の西部、南部、東部の境界エリアにある絶景を巡ります。境界エリアに入る前にまずは最初の目的地へ向かいます。はい、徳島県に入りました。あれから1時間ぐらい走りました。周りの景色はね、こんな感じでだいぶ田舎になりました。目的地はもう近いんですけど、道の駅があったんで寄ってから最初の目的地の方に向かいます。現在の気温は32度です。四国はめちゃくちゃ暑いですね。これか、初めて来るね。よいしょ。満車。貞光悠々館という道の駅に来ました。ちょっとこちらでね、お昼ご飯食べたいと思います。メニューはね、こんな感じでいろいろありますね。お作り定食に阿波踊りの鉄板焼き定食、ハンバーガーもある悩むね。唐揚げ定食いいな。テーブルからの眺めなんですけど、山に囲まれて民家がね立ち並んでて、すごくのどかな場所です。阿波踊りの唐揚げ定食注文しました。思ってた以上にね唐揚げがたくさんあって、で一つがねめちゃくちゃでかいです。でこちらはお味噌汁ですね。1200円の定食です。妻が注文した阿波踊りの焼き鳥重なんですけど、うわすごいでかっ。鶏肉がめちゃくちゃでかくて、でこちらつくねとかね焼きネギが入っててすごく美味しそうです。こっちにしなかったですねそんなに値段変わんないんで、阿波踊りの焼き鳥交換しました。いただきます。まずこの焼き鳥からいただきます。美味しいね。美味しい。めちゃくちゃ香ばしいやん。すごく弾力があって、タレも甘すぎずすごくちょうどいいね。唐揚げいただきます。多分ね胸肉なんですけど、揚げたてなんでねジューシーで美味しいです。柔らかくて美味しいね。柔らかい。すんごい分厚い。でここはですね徳島県の鶴来町っていう場所で、この道の駅のすぐね近くには貞光二層うだつっていうね町並みがあります。でそちらはですね昔の商家が残る静かな町並みで、二層うだつと呼ばれる豪華なうだつが特徴です。あまりね観光地化されすぎてないんで、地元の暮らしの空気も残ってて落ち着いた時間が流れてます。で今回はね絶景を巡るということで、そちらには行かないんですけど、古い町並みが好きな方はぜひ訪れてみてください。美馬市の方にもですねこのうだつの町並みがあります。なのでね合わせて観光するのもいいと思います。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この道の駅から14キロで27分で到着します。ここを左に曲がって山の中に進んでいきます。ここからはね12キロで到着します。これを右なの。狭いね。わあ、すごい田舎。左折してまだ5分も走ってないんですけど、だいぶね風景が変わりました。すごいですね。山の斜面にね家が立ち並んでます。なかなか対抗するのが難しいね。やっぱこういう製麺所が多いね。徳島なんで。うわ、薬局ある。町の薬局やね。金丸製麺。半田か。半田そうめんの。こちらを左ですね。よいしょ。うわ、すっごい建物これ。立派やね。あとね2分で到着するみたいです。さっきの町から20分ぐらい走ったんですけど、すごく秘境感があります。あ、駐車場って書いてるけど、これか。意外と観光地化してるやん。到着しました。こちらはですね、トドロの滝親水公園という、公園です。この先にはですね、この絵のような滝があるんだと思います。こちらトイレですね。横には階段があるんですけど、はい、こんな感じの展望台です。ここから滝が見えてますね。滝までは意外と近そうです。でこちらがですね周辺の案内図になるんですけど、現在地がここですね。で遊歩道を歩いてこちらの滝に向かうようです。でこの滝の横にはですねお寺とか食堂があるみたいです。全然お客さんもいないですし車通りもないんで、本当にこちらにお寺とか食堂とかあるんでしょうか。でこの看板自体もかなりね古そうなんで、もしかしたら今はやってないのかもしれません。それでは向かいたいと思います。いや、さっきの町から車で20分ぐらい走ったとは思えないような景色です。わ、すごい。こんな山の斜面に集落があります。すごいね。こんな感じの遊歩道になってます。でこちらマムシ注意の看板があるんで、おそらくねマムシが出るんだと思います。ここにもマムシ注意の看板があるんで、もしかしたら頻繁にマムシが出るんかもしれませんね。気をつけながら向かいます。よいしょ。結構階段が続いてます。で今の気温も32度ぐらいあるんでちょっと辛いですね。よいしょ。滝が見えてきました。水量がえげつないですね。これは迫力あるかもしれません。これは水もきれいで水量もあって期待が高まりますね。うわ、すごい。ここから風がすごくきます。
ですね。うわすごっ、綺麗。ほんでこっちに橋があるんで、この橋から見てみたいと思います。こちらがトドロの滝です。めっちゃ綺麗、幻想的な滝です。こちらに遊歩道が続いてるんで、ちょっと行ってみます。うわー、落差何メートルあるんですかねこれ。うわ、大迫力ですね。こちらにね遊歩道が続いてってるんですけど、この自然と人工物が調和してより幻想的な風景になっています。階段はずっと上の方まで続いてます。多分この先にですね食堂とかお寺があるんだと思うんですけど、本当にあるんでしょうか。見に行ってみたいと思います。わあ、本当にすごいですね。あ、こちらもちょっと展望台っぽくなってて、すごく眺めがいいです。うわー、綺麗。階段はですねこんな感じで、かなり急勾配の階段です。うわー、まだまだ階段が続いてます。いや、これはしんどい。うわ、すごい天狗がいます。本当にお寺がありました。管理されてます。めっちゃ綺麗。ここまで車で来れたんですね。お寺はあったんですけど、やっぱり食堂とかはもうないですね。見当たりません。それではね、駐車場の方に戻ります。こちらにもトイレがありますが、すごいトイレ。便器がちっちゃい。子供のねおまるよりちっちゃいです。こっちが男性用のトイレなんですけど、この壁にね向かってするタイプです。すごい。今こんなトイレもうないですよね。これは一体いつの看板なんでしょうかね。商店街とかあるそうなんですけど、平成3年ということはもう30数年前の看板です。この看板も古っ。ちなみに落差は36メートルもあるみたいです。通りで迫力があるんですね。それでは次の目的地に向かいます。次の目的地はですね、ここから1時間ぐらいかかります。本当はね明日の朝撮影しようと思ってたんですけど、天気予報を見たら明日から天気が悪くなっていくみたいなんで、もう急遽撮りに来ました。こちらを右に曲がるそうです。よいしょ。なんかこの辺りはホタルが見れるそうです。三郷ホタル館っていうのがありました。
狭いですね。もう人工物はガードレールと看板と道路だけやん。あれから10分ぐらいずっとこんな道を走って、うわ何これすごい。こんなとこに家があるのもすごいしな。もう倒壊してるけど、さすが四国はマジでこういう国道が多いからね。うわキジや、ほらキジオスやね。めっちゃ山鳥かな。わわわわわ、うわジャンプすんのかな。どうすんのやろ。ジャンプしてた。大丈夫かな。崖やで。飛べるやろ。飛べるんかな。もうほんまの崖やったけど、この下100メートルぐらい、もっとあるか。キジに出会えたね。キジか山鳥か。もうガードレールも何もなくなったわ。車もすごい。車も結構立派な家やで。うわ車もあるね。何この車、一人乗り、一人乗り用の車やん。すっごい。時が止まってる。すごいね。こんなとこに暮らしがあったんやね。一軒だけやね。一軒だけ。家の中もさ、もう生活感がそのまま残ってた。そうなの。吉野川から道をそれて20分ぐらい走ったとは思えないような景色です。あと2分で到着します。ちゃんと駐車場っぽいのもある。これやね。とりあえずここ止めようか。はい、到着しました。周りはこんな感じで何もありません。で、こちらはですね、ボロボロの滝と読みます。右に1キロ行くとですね、源流があるみたいです。それでは出発です。四国にはクマが20頭から30頭ほど生息してるみたいなんですけど、こんな広い山の中で20頭から30頭と言われても何の信憑性もないんですよね。普通に100頭ぐらいいてるのかもしれません。なので一応クマスプレーは持って行ってます。吉野川沿いは31、2度あったんですけど、おそらくここは15度ぐらいしかないんじゃないでしょうか。道が続いてます。滝まで結構距離がありますね。この滝がですね、今日一番の見どころの滝で、一番最後に訪れようと思ったんですけど、日が暮れちゃいそうだったんで先に来ました。うわ、すごい。うわ、なんか鳥肌立ちました。この場に立ってみないとわからない空気感があります。うわ、すごい。さっきの滝とは全然またね、違うタイプの場所で、この巨大な岩壁に囲まれてて、すごく神秘的な空間です。
水もねめちゃくちゃ綺麗です。透明度が半端ないですね。人がねおそらくあんまり来ないんでしょうね。倒木があったりとか、あとこちら小屋なんですけど倒れてしまってます。でこちらにはですね不動明王が祀られています。はい、あ、これが滝か。写真で見たのとは水量がないんですけど、周りの景色に迫力があります。うわ、すっご。なんだここ。うわ。ちょろちょろの滝なんですけど、なんかすっごい空間です。すごくいい滝を見ることができました。吉野川からだいたい車で25分ぐらいですかね。でこんな大自然があるのには驚きました。それでは次の目的地の方に向かいます。車を止めたところから滝まではだいたい5分あればたどり着きます。戻ってきました。日が暮れそうですね。もしかしたら間に合わないかもしれません。おお、鹿。おお、早っ。鹿早っ。おお、急げ。いた。もうだいぶ暗くなってきたんで、明日の朝見に行きたいと思います。ですね、ホタルが有名みたいで、ホタルを見に来ました。で、今ね、いっぱいいてますね、ホタル。うわ、ちょっとカメラには映らないんですけど、ホタル結構飛んでます。うわ、めっちゃホタルおるやん。すっごい。これ映ってんのかな？映ってないよね。うわ、綺麗。ホタル見てきました。こんなにもホタル飛んでるの初めて見ました。うまくは撮れなかったんですけど、一応ね、ホタル撮れました。ちょっと待って。ワンちゃん？犬が爆走してんねんけど。え？野良犬なの？ゴールデンレトリバーじゃない？引かれるよ。入った中にちゃん。野良犬？野犬かな？今時おんねんね、野犬って。あんまいないよね。うん。次の日になりました。昨夜はですね、こちらのアイランドうだつという道の駅で仮眠させていただきました。こちらはですね、もう一つのうだつの街並みがある場所で、道の駅の反対側にですね、こんな感じで江戸時代から明治時代にかけての商家の街並みが今も残っています。でこちらはね、立ち寄る予定はなかったんですけど、せっかくなんでね、こちらを散策してから行きたいと思います。道の駅の反対側に来ました。反対側には土産屋とかカフェなんかがあります。一度ね来たことはあるんですけど、いろいろお店もあります。
確かここがメイン通りですね。いやー、すごい。こんな感じの街並みです。以前来た時よりも感動があります。このようにですね、白壁の蔵や格子戸が並んでて、昔ながらの日本の商人町の雰囲気を感じられる場所です。特に有名なのがですね、うだつという建築部分で、この部分ですね、隣の家へ火が燃え移りにくくする防火壁の役割があります。で、昔はうだつを作るのにお金がかかったんで、立派なうだつをあげられる家は裕福な家の象徴だったそうです。そこからうだつが上がらないという慣用句が生まれました。出世できないとかパッとしないという意味で使われています。この街並み、こんなにも長く続いてたんですね。以前来た記憶となんか違うんで、すごく新鮮です。この窓ガラスもね、こう波打った感じのガラスなんで、大正とか昭和のガラスなんだと思います。こちらが観光案内所ですね。工芸体験もできるそうです。で、この横にですね、公衆電話があるんですけど、こちらめちゃくちゃレトロ。公衆電話とは言わないんですね。当時は自動電話っていう名前だったみたいです。よいしょ。うわ、すごい。こちらが当時の電話ですね。これを耳に当ててこちらに話しかけるんですね。こちらが電話のベルの役割なんですね。これなんか隣のトトロで見たことがあるんですけど、ちょっとねあんま詳しくないんでわからないんですけど、こう確か回しながらね、発電するんですかね、回しながら喋るという感じだと思います。
この街並みを散策する予定はなかったんですけど、来てよかったです。いや、めっちゃ面白いですね。街並みはこの辺りで終わりですかね。あ、ここで終わりですね。はい。メイン通りというか、この道のみなんですかね。こういう古い建物が立ち並んでいるのは。この直線だけなんですけど、かなりの距離があります。これだけ古い建物が当時のままで、そして一軒一軒すごく綺麗な状態で残っているのは本当にすごいですね。で、こちらにはね、土産屋とか、あとお食事処もあって、で、道の駅もあるんでね、観光するにはかなりいい場所だと思います。で、こちらのボンカレーの看板もですね、意図的な感じがなくてすごくいいです。古い看板がいっぱいついてたらちょっとね、わざとらしい感じがあるんですけど、本当にこのボンカレーの看板だけなんで、これは本当にね、当時からある看板なんだと思います。朝はね、人もいなくて、このゆっくり街並みを散策することができます。お店は開いてないですけど。こちら鮮魚店です。こちらはロムの宿って書いてあるんですけど、宿泊することもできるんですね。この井戸自体も何年前からあるんでしょうか。さすがに水は出ないでしょうね。レバーを持ち上げるとこの水圧を感じないんで、おそらくもう水は出ないんだと思います。で、この道の駅とこのうだつの街並みの間に川が流れてるんですけど、おそらくね、当時昔ですね、昔この、船が通ってたんだと思います。はい、それでは出発します。で、ここから目的地までは、15キロ23分で到着します。ちなみにですね、今日の天気予報、晴れに変わってました。天気の心配はないと思います。これですね、看板ありました。よいしょ。ちょっと待って、目の前滝やんか。ちょっと待って、全然じらしてくれなかったです。よいしょ。なんですけど、じらしながらね、この滝を撮りたかったんですけど、すごく目の前でした。あ、でも立派ですね。うわ、水きれい。すごいんですけど、道路からすぐだったんで、だいぶ感動は薄れてしまいました。30メートル以上は落差がありそうです。ちょっと滝壺の前まで行ってみます。わあ、こちらです。うわあ、綺麗。いや、本当に水がめちゃくちゃ綺麗です。やっぱこの真下から見ると迫力があります。おお。周りはこんな景色ですね。はい、それではね、後日行こうと思ってた場所に向かいたいと思います。うわあ、すごい綺麗やね。ね、結構標高高くなってきました。これをこっちか。めっちゃ綺麗。ちょっと寄っていこうか。駐車場もあるし。よいしょ。すごくね、景色が綺麗だったんで、思わず立ち寄ってみました。で、こちらにはですね、満月イチョウっていうすごく大きなイチョウがあります。うわー、綺麗。これぞ日本の原風景って感じです。うわー、
こんな山奥にもですね、こう至る所に電線が通ってて、本当にすごいですよね。ここに座らせていただきます。よいしょ。うわー、最高。めっちゃ大きいやろ、このイチョウ。ほら、すごい立派な。立派やね。で、この前の景色もすごくない？自給自足するにはなんか足りないものがいっぱいありそうな感じやけど、どうしてんのかね、暮らし。それでは再出発です。よいしょ。こんな山奥にもたくさんの人の生活があるって思うとすごいよね。どんな暮らしをしてるんやろね、普段どんな感じなの？うわ、すっごっ。すごい。標高何メートルここ。うわ、すっごっ。え、ここ何なの？お店やん。え？鳥天って書いてるよ。え、お店？うん。天空のお店やん。すっごっ。とんでもないとこにお店があるね。おー、ここですかね。よし。オッケー。すごいね、このトンネル。いや、すごいトンネルですね。こんな感じの場所で。で、滝はこちらですね。はい。日本の滝100選。大釜の滝。あ、見えてますね。もうすぐそこに見えてるんですけど、縁の深さが、約15メートルもあるそうです。めちゃくちゃ深いですね。ここが入り口です。うわ、結構急な階段です。うわ、怖っ。これは戻ってくるのが大変なレベルです。よしよしよし。はい、降りてきました。もう目の前が滝です。すごい。で、こちらがね、川の水なんですけど、めっちゃ綺麗で、周りの景色もすごい。足元滑るんでめっちゃ怖いですね。滝壺まで近づくことはちょっと難しいですね。行けないこともないんですけど、はい。で、こちらが滝です。いや、本当に大迫力の滝でした。で、何よりもこの水の色がすごく綺麗です。よいしょ。いやー、これがね、ちょっときついですね。滝自体はすごく素晴らしいんですけど。はい、戻ってきました。死んで、はい、で、こちらが展望台です。よいしょ。ここからでも十分綺麗なんですけど、間近で見ると迫力が全然違います。
それでは向かいます。よいしょ。電波が入らなくてナビが使えないんで、ちょっとなんとなくね向かいます。うわ、すごい、なんか冒険心をくすぐられます。うわー、すごい下が綺麗わ、滝の下。はい、到着しました。うわ、すごい。これ水の色もさっきと同じようにすごく綺麗です。で、これ下に降りれるんでしょうかね。おそらくどっかから降りれるんでしょうけど、車をね長時間止めれるような場所がないんで、先を進みます。大トドロの滝という滝です。滝の上にもですね、いくつもの滝がこう重なって、すごくね幻想的な滝です。はい、それではね、最後の目的地ですね。ここから14分の場所に風車があって、でそこからの景色がすごく綺麗みたいなんで行ってみたいと思います。こんなとこで住んだら毎日気持ちいいやろね。よいしょ。よいしょ。まもなく到着します。もうこの辺りですね。すごっ。回ってないけど。回ってないけどすごいね。これか。うわー、よし。到着しました。本日の最終地ですね。で、こちらには、仮設トイレがあります。こちらですね。こちらが風車なんですけど、木造の風車です。そんなにね、大きくはないですね。10メートルぐらいでしょうか。はい。で、この風車の向こうがね、展望台になってます。こちらが風車ですね。わあ、すごい。よくこんな山のてっぺんに作りましたね。で、こちら展望台からの眺めなんですけど、うわー、すごい。めっちゃ綺麗。風がね、めちゃくちゃ気持ちいいです。こんなとこに家があったりして、本当にすごいです。どういう暮らしを送ってるのか気になります。この辺りは割と家がね、何軒かあるんですけど、もうここはね、すごいですよね。こちらがね、現在地なんですけど、もう見てわかるようにですね、もう山しかありません。今、とんでもないとこにいてます。とんでもないとこにいてるんですけど、こうやってね、集落があったり、あと、こんな山の上に展望台があったり、本当にすごいです。テラスの周りにですね、電球があるんで、ライトアップするんでしょうか。歩いて1分でこんな景色があるのにですね、うちの妻は来たがらないんですよね。ちょっと無理やり連れて行きましょうか。せっかくなんで。3時を知らせるチャイムですかね、が鳴ったんですけど、山に囲まれてるんで、音がね、いろんなとこで反響して、なんか不思議な感じでした。こちらが風車です。回ってませんよ。回ってませんね。いいとこやろ。
たまには車から降りてみるもんやろ。ちょくちょく降りてるよ。じゃあ動画楽しみにしてんねん。動画で確認すな。ほら、ここ展望台。ここ。うわ、すごい。すごいやろ、うん、だから来たらいいのに。今ここ車で3分ぐらい講義したやん。やけんねん、暑いから。暑いけどさ、風も吹いて涼しいしさ、いいとこじゃん。はい、それでは出発します。ここからね、70キロ先に温泉見つけたんで、そちらに入って今日の旅を終了したいと思います。今回はですね、徳島県の秘境と絶景を巡ってきましたが、いかがだったでしょうか。駐車場から歩いてすぐっていうところが多かったんで、皆さんもね、ぜひ訪れてみてください。この来る途中にですね、すっごい標高の高い場所にポツンと飲食店があったんで、ぱっと見ね、すごく良さそうだったんで、もしね、行ったことのある方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。